下から上に出して、ちょっと出すか出さないかで針だけ戻します。美奈子先生の何でも質問ライブでございます。じゃあ今ねちょっとバルカを出していましたので、ちょっとバルカを使って説明しようかなと思います。私めちゃくちゃたくさん細編みの話は今までもしているので、過去の YouTube など辿っていただけるとお分かりになるとは思うんですけれども、今一度ね詳しく説明したいと思います。で、ふっくらした細編みって、こういうね表の目がこういう風にふっくらしている細編みを編みたいと思ってらっしゃると思うんですけど、まずね糸ですね。ちょっと糸の説明からさせてほしいんですけど、この糸マニラヘンプヤーンって糸なんですけど、こういう糸って2種類大体種類があります。で、こういう平たいタイプの糸と、こういう丸いタイプの、こういう平たくないタイプの糸ですね。っていう糸の、これはね、笹和紙っていう糸なんですけれども、こういうタイプの糸の2種類があります。で、そのふっくらした細編みをやりやすいのはどちらかっていうと、こういう平たいタイプの糸になります。どうしてかっていうと、やっぱりね、この平たいのと平たくないのとで、見るからにね、こう、幅の差がありますよね。で、やっぱり平たい糸の方が、隙間を隠してくれやすいんですね。で、この丸い形状の糸はやっぱり隠してくれるその幅がないので、とても自分の手が出やすくてちょっと難しいです。なので、まずはね、こういう平たいタイプの糸で編まれると、もしかしたらちょっと隙間が埋まるのかなと思います。はい。じゃあちょっとね、こっちの糸使ってやっていきますけれども、まずふっくらできない原因っていうのがいろいろあるんですけれども、まず一つはこのね、頭ありますね。頭のね、その隙間ができるっていうのはこういう、こうやって次の段行く時にこうやってみんな必ずこういう風に針を刺しますよね。で、これで必ず隙間ができちゃうんですけれども、これもふっくらとした細編みを編めるようになると、この隙間も埋まるようになります。で、じゃあちょっとねやりますね。はい。今一つ、立ち上がりしました。で、同じ目に入れるんですけれども、まず一つこの隙間をなくすためにここ針入れますね。針入れたらちょっとね、このグーって針をここまで入れちゃう方いらっしゃるんですけど、これねあんまり必要なくて、ここまで入れちゃうとこの針のその太さがですね、もう完全にこう太いところまでいっちゃってますね。なのでこうやって穴が開いてしまいますね。で、この穴を少しでも小さくするために、このアクションいらないです。このなるべく近くでこうやって糸取った方が、糸もここも緩まないですね。オーバーアクションいらないってこと。はい。で、ここで引き出すんですけれども、今じゃあもう一回ね、この入れて、この糸ちょっとでいい、本当にここまでいらないですからね。このちょっとでいい、ちょっとのところで糸を引き出します。で、引き出したら、これちょっとビヨンドザリーフ流のやり方ですけれども、この隙間をなくすために、まずこの糸ですね、この目を、グリップをお持ちの方、グリップ付きをお持ちの方はグリップのエンドを利用します。で、この金属の部分のこのグリップの手前までここ固定させますね。で、固定させたままこの糸を手前に引き出します。自分の方向にね。どうやるかっていうと、ちょっとじゃあこう横から見せましょうね。どうやるかっていうと、この糸を水平に引き出します。で、そのためにはこのグリップの部分を回転させます。後ろにね、いきますよ。で、この時力はいらず、この糸は張らないでください。張ったら糸出てこないからね。今この表側の糸を引き出すことをやりますよ。いきますね。これ回転させます。こう。で、これ今ね、下に見えるかもしれないけど、下ってこれです。水平に回転させました。ね。水平に回転させて、糸が出ました。こうやってね、回転させると止まるポイントがあるんですよ。で、そのポイントが、この糸の高さです。わかります？で、上にね、今、パタって上げましたけど、本当にね、パタッと力いらず上げるだけです。よくね、穴が開く人は、これ、グーって、この糸を引き出すときに、上げながら引き出す。
糸を上げながら引き出すと、ここに穴が開きます。絶対的に。なので、力はいらず自分の方向に手前に糸を引き出します。これはもう軽く、力いらない。で、この針のね、この金属の部分、わかりますね。金属の部分を、伸びを上に上げるような感じ。で、この部分だけを上にパタッと上げます。本当に、ただ上げるだけ。ね。で、この時確認してほしいのが、この長さと、あともう一つ重要なのは、この目が大きくなってないかなっていうことを確認してください。で、この目は次のこの目の頭になります。頭になるので、この時点でもし大きかったら次の目の頭は完全に大きいです。後で何をやっても治りません。あと、この時にね、この間の金属が見えないのが理想です。今見えてませんよね。で、この長さ結構長いなと思ってる方多いと思うんですけど、このぐらいの長さがないと、今特にね、ちょうどこの底板から2段目のところなんですけれども、できるだけね、底板やるときはこういう風に、はい、角度をつけて90度倒しながら編みます。じゃないとこっちに引っ張られちゃう、その底板の方に引っ張られちゃうので、90度ね、こうです。90度倒しながらこの位置をキープしながら編みます。そのためにはこの長さがないとここまで倒れてくれません。これもし短かったら倒れてくれないの分かりますよね。こんなに短かったらここまで行ってくれないんですよね。90度倒れてくれない。倒すためにはこの長さが絶対に必要なんです。なので、理想的な長さはここまで、軽く力を入れずに倒れる。で、このね、長さ長いのがふっくらする細編みの秘訣です。はい。やっと本題に行きましたけど。わかります？やっと本題に行きましたけど、この長さが膨らみを出してくれます。ね。で、じゃあ、これで今表側の糸を出しました。で、この後、ちょっと糸張りますよ。この糸ね、力を入れるんじゃなくて張ります。で、このまま、この位置をキープしたまま、引っ掛けますね、糸。で、こっからはずーっと張ります。ずーっと張って、この引っ掛けた部分をちょっと下に持ってきますね。下に持ってきて、下から上。ね、下から上に出して、ちょっと出すか出さないかで、針だけ戻します。で、後でね、ちょっと質問いただいた中に、こちらの糸がねじれるのを解消したいという方がいらっしゃったので、今ちょっと、ここでそれの回答もしようかなと思うんですけれども、はい。これ別に編み物界隈公式じゃないんですけれども、そのビヨンドザリーフ調べというか、安倍調べで言いますと、こちらのね、2本がぐるぐるといってしまう方は、多分2つ原因があります。1つは、この、今私が出した、この出し方ね。じゃあちょっと隣の目でもう一回やりますけれども、ね。こっから出すときに、このね、オーバーにやりますね。ねじれちゃう人の出し方、オーバーにやりますよ。こういう風にねじってないですかですね。これが一つ。原因はね、この出すときです。と、あともう一つは、左手のこの糸、これをね、毎回こうやって直してませんか？糸。この左手って実はもう固定したまんまの方がよくて、毎回ね、編むごとにこうやってやり直さない方がいいです。っていうのは、ねじねじする方ってね、ここの部分がまっすぐ、このねじれてないようにしたいんですよね、糸が。でも、絶対にねじれるんですよ。こうやって引っ掛けてね、こうやって引っ掛けたら、この時点でもうねじれますよね。出す時点でもう実はねじれてる、糸って。ね。ねじれてる。で、ここでもねじっちゃう。ほら、ここでねじれてますよね。だから絶対にねじれるんですよ。で、そのねじれた部分を解消するために、こうやってもう一回また
こうやって糸をまっすぐにするでしょ。そうすると今度こっち側に影響してくるんですよ。こっち側がねじれちゃうのね。こうやってここの糸を平たくまっすぐにねじれを解消したせいでこっちがねじれていくんですね。わかりますよね。なのでねじねじしちゃうっていう人と2つ原因があるはずです。だからご自分がどっちかをやってないかどうかちょっと見た方がいいかな。でそれを直すとおそらくこのねじねじ解消されます。ただこうやってねさっきやったこの出し方ですよね。出し方でオーバーにやってませんかって言ったと思うんですけど、これってやっぱね無意識だからご自分では気づかないケースがとても多くて、なのでじゃあどうやったらいいかっていうねことを教えると、この出す時に出しますよね。でここのね出るか出ないか、これが出るか出ないかの時に針だけをこの糸の部分だけはまっすぐ残して、ちょっと難しいかもしれない。針だけをスッと戻しますね。ねじれてない。そうするとあんまりねじれない。あともう一つのテクニックとしては、これねここで今ねじれるでしょ。こうやってここねじれました。ねじれた部分をこの中に隠すようにするんですよ。ここだからちょっとこのねじれがこの中ちょっと隠れた状態で針だけ戻すと、ここはまっすぐだけどこの中にねじれが入っちゃうんだね。はい。でこれね最後フィニッシュここまでやる方いらっしゃるけど、これも必要ないですから、これって次の目の頭になる目ですよね。ってことはちっちゃければちっちゃい方がいいからっていうのは、やっぱり頭の目ってちっちゃい方がいいんですよ。だからここでストップでいいですもん。次の目に行く時にここまでやる必要ない。なのでねじれる人はねそのあたりを気にしていただけるといいと思います。本当に最小限の動きだけでいいんですね。そうですそうです。癖を直していくとオーバーアクションがまず直ってくるのと、そうですね、最小限の動きで、編めるようになってくると思います。でその時によくね皆さんこの今作ったこの一目目をすっごく気にするんですけど、これはまだね完成形じゃ全然なくって、完成率で言ったら 20% ぐらいです。だからこの目がうまくいくうまくいかないっていうことをそんなに気にしない方がいいと思います。とにかくこの目が完成するのは上下左右の目ができてだいたい70%80% ぐらい完成で、もっと56段編み進めて初めてこの目が完成すると思ってください。なのでこの目がねうまくできたとかうまくできないとか、うまくいってるかいってないかどうかも実は定かじゃないっていうことなんですよね。でよくね私がこうやって編むとすごい長くてで緩い、こんなに横から見るとこんなにゆったりしてるの分かります、でもこれが膨らみを出してくれるんですね。ちょっと聞き飽きた方もいらっしゃるかもしれないけど、逆 D の法則っていうのを私が言ってるんですけれども、これねこの今逆 D が細編みの断面図だと思ってほしいんですけど、こうズパッとこういう風に細編み切った時の断面図がこれだと思ってほしいんですけど、これがこちら側が表側の糸の長さですね。でこちら側が裏の糸の長さだと思ってください。表側の糸はこれだけ膨らみがあるから、これだけ長さがあるから厚みがあるんです。ね。で裏は短くすることで、さっきねここからは貼ってくださいねって言ったのは、糸を貼ってこの糸を短くしたいんですね。でこの糸が短いおかげでしっかり立ってくるんですね、細編みが。もしこの裏の糸が同じ長さだったら表側ともうグラグラです。わかりますよね。でもしねこの表側の糸の長さが裏と同じ糸の長さだったらぺったんこ薄いってことがわかりますよね。そういう仕組みです。だからこの表側の糸の長さは長くしないとふっくらとしないっていうことですね。でもう一回編みますけど、じゃあそのね理屈で言ったらこうやってこれぐらい出すとね、これぐらい出す、こんだけ余裕出す。で
編みますね。こっからは糸を張りますよ。ずっと張ったまま、ずっと張ったまま、さっきの逆 D の裏の糸の長さをここで調整しています。ここ後ろね、短くして。で、こうするとね、この出来上がった目を見ると、こっちがすごくこう膨らんじゃってて、浮いてる感じがする。で、緩んじゃってるっていうふうに思われる方が非常に多いんですけど、これでいいです。で、この目は次の目を編んだ時に初めて整い始めるから、じゃあこんなね、なんか緩くなっちゃったなって思っても、じゃあ次の目編むと、はい。さっき緩かった目が、しっかり締まりますよね。わかりますか？こっちか。はい。しっかり締まってるの分かります？ね。こんな緩くなくなるってことです。わかるかな？はい。わかります。でも誰も喋んないから。不思議だなと思って。そう。なので、この目が今またね、ゆるいなと思ったとしても、もう隣の目を編んでみてください。で、そうやって整っていくから、それで初めて編み地が完成していくので、ただまだ一段編んだぐらいじゃ、その編み地の完成度はまだ 50%、40% ぐらいです。ね。だから、一個一個の目をあまり気にせずに、だったらその編んでいった編み地がデコボコしていないかとか、ちゃんとまっすぐ立っているかとか、そういう方をこう俯瞰してみる方がいいと思います。はい。編み目を揃えるコツとかそういう部分にもつながりますね。はい。編み目を揃えるってね、まあ簡単に言うけどとっても難しいことで、全部の合わせ技です。ね、全部のそのさっき言ったちゃんとこのなんだろう、短く取ってるかなとか、この穴開いてないかなとか、これねしっかりここ締めてるかなとか、しっかりここの高さあるかな、この目はちっちゃいかなとか、そういう合わせ技が目が、整うっていうことにつながっていきます。あとはね、この同じ高さで編めるかどうかっていうことですね。はい。あと、はい、YouTube の方で遮光しない編み方を知りたいっていうのが1位だったので、はい、それもですね、遮光しない原因の一つとしてそもそもね、遮光しちゃう、その右側に遮光してしまうのって編み物の基礎の本にも書いてあるけれど、そもそもそれが当たり前です。このぐるぐる編む時に右側に遮光してしまうのは仕方がないことなんですね。編み物のその目の構造上そうなっちゃうんです。このね、細編みの目ってこうなんですかね、頭があって足があるんですけど、次の段を編む時って入れるところはここですよね。ちょっと右に寄ってるんです。右にね。なので次の段編む時にここに入れるってことは、ここに足ができてっていう、次はここで、次はここで、次はここでってなっていくと、自然とこう右に遮光するのはね、当たり前のことなんですね。それを我々ビヨンドザリーフメソッドは無理やりまっすぐにしてるんですよ。で、その無理やりまっすぐにする方法が今私が編んできた方法なんですけど、とにかくまず一つは右に引かないことね、絶対に。で、右に引かないことと、あとこの目がね、ちょっと喋りながらだからちょっとガタガタだけど、なんていうんですかね、一個一個の目を密にすること。要するに渡ってるその糸の渡りを緩くしないことです。裏側のね。っていうその余分な糸があるとやっぱり遮光しやすくなっちゃう一つの原因なので、糸の長さ、使う糸の長さをちょっと考えてみるといい。ただこの表側に出る糸の長さだけはしっかり長さを出す。だけどここからでこの時点でこの隣との隙間はない方がいいっていうのはここで判断しますね。ここの目が金属が見えないように。でこの時点でこうやって右にならないようにね、まっすぐ、ここら辺かな、まっすぐ、はい、その上にねこうやって乗せた時に、よくねこう流れでいっちゃう人いるんですけど、必ずね上で一旦止まった方が目がね整います。ちょっとしたことなんだけど、こうやって上に行った時に一遍かぎ針を止めて、でこの時点でこの目は大きくなってないかな、この目はしっかり長さ出てるかな、このね理想なのはこの編み地とかぎ針が平行な長さ、この長さ平行にした時にの長さが理想です。でこの時にね測る時に
こう右にこうやって測ったら意味ないからね、まっすぐに測ります。でこの状態をキープしたまま、はい、決して右に流れませんかな。でこの時にこの糸張って、力を入れるんじゃなくて張りますよ。張って下からこのくるっと回した部分をちょっと下に持ってきます。なんで下に持ってくるかっていうと、下に持ってくると後ろの糸が短くなるからです。わかる？さっき言った D の逆 D の法則の後ろの糸短くするって言ったよね。その後ろの糸が短くなるからちょっと下に持ってきます。でちょっと下に持ってきたらそのまま決して右に引かずに下から上に出しますね。上に出してスッと戻る。でこれね、出す時に最近ね、よくちょっとワークショップとかでねお客様見かけるのは、出す時にね右に行きたくなさすぎて右に行きたくなさすぎて、この出す時にこうやってこの目をこの針でこう持ってきちゃう方いらっしゃるんですね。これやりすぎると、やりすぎるとこの目が大きくなっちゃうから、せっかくちっちゃいままなのに自分でこうやって伸ばしちゃうんですよね。なのでこれやりすぎないように、垂直、そのちょうど上ぐらいでいいですから、はい。でこのせっかく小さくした頭を伸ばさないように気をつけてくださいね。はい。ちょっと怒涛のように喋りましたけど、大丈夫ですか？いいですよ。大丈夫ですか？ちょっとね、専門的っていうか、特殊なことを喋ってると思うんですけれども、これは本当綺麗にバッグを作りたいならばっていう話です。だから本当にビヨンドザリーフメソッドの話なので、他のねその編み方なさってても全然問題ないです。どんな編み方しても全然いいと思ってますが、もしバッグをまっすぐ綺麗に作りたいならば、これをやるのが近道だよっていう方法を教えています。はい。ありがとうございます。はい。ちょっとね、他にも質問が来てたことがあるので、ビヨンドザリーフ書籍3冊出ていますよね。で、その中でも、だんだん糸が廃盤になってきてしまって、代わりにどういうのを使ったらいいのかをちょっと教えてもらいたいっていうコメントもありました。はい。じゃあちょっとね、書籍をちょっと持ってきますけれども、あれ2冊。3冊ね、私たち書籍を出しているんですけれども、もう一冊そこかな。はい。はい。これが1冊目で、こちらが2冊目で、こちらが3冊目になるんですけれども、素敵でしょ、とっても。はい。で、この中で確かに廃盤になってしまった糸ってね、あるんですね。で、私たちがよく使っていた、パピーさんのリーフィーっていう糸、これまさにリーフィーなんですけれども、廃盤になってしまったんですよ。でその廃盤になってしまった代替の糸に関しては私たちも実は探します。その似たような感じの糸ね。ただリーフィーに関して言えばありませんでした。はい。なので私たちも作品を廃盤にせざるを得なかったんですけれども、商品もねいっぱい使っていたので、ただ書籍に関して言えばね、いろんなアレンジ可能ですので、ご参考までにそのリーフィーの何ですかね、薄さはねやっぱり他にはなくってですね、でリーフィーの2本取りがマニラヘンプヤン、これ今私が使っていたマニラヘンプヤンの1本取りと同じゲージです。ほぼ。はい。なので、一番近いのは、代替えできるとしたら、マニラヘンプヤンがいいかなと思います。そう、リーフィーに関して言えばですけれども。はい。で、そうなるとやっぱりちょっと太くなるので、生地も分厚くなるし、この本で言えばこのドレープですね、このぐじゅぐじゅぐじゅっていうのはこんなには細かくならないと思います。はい。これね、リーフィー1本、この本体がリーフィー2本取りで、リボンのところが1本取りだったと思うんですけれども、そのリーフィーの1本取りで編む薄さ、繊細さみたいな、その編み地の繊細さはね、やっぱり、ちょっと分厚いので、マニラヘンプヤーンではこのドレープ感は出ないかもしれない。なんですけれども、代用するとしたらマニラヘンプヤーンかな。あと他にもね、メーカーさんでいろいろその和紙系のは出てるんじゃないかなと思います。コットンラピアとか
ペーパーヤンっていうのは種類がすごく増えてますよね。ただリーフィーの薄さのところはまだ今のところ私は見つけてないですね。しなやかですごくいい糸でしたよね。あとは逆に言ったらこの本の、糸にこだわらずいろんなアレンジしていただいたらいいかなと思っています。別になんだろう、いろんな糸使っていただいて構わないのでむしろ逆に逆手にとってオリジナリティを出されてもいいかなというふうに思います。はい。そんな風に楽しんでみてください。で、あともう一つ、編みパの初心者さんにおすすめのビヨンドザリーフのキットと書籍作品って美奈子先生のおすすめというのはありますでしょうか？なかなかねビヨンドザリーフの作品ちょっと難しいわっておっしゃる方多いんですけれども、作り方としてはね、例えばこれ、ブレイドなんですけれども、見ての通りの細編みオンリーでございまして、でビヨンドザリーフの作品ってその細編みオンリーがすごく多いんですね。だから編み方としては1種類そうですね。で簡単なんですけど、その細編みが編めれば編めるっていう作品が非常に多いは多いんですけれども、綺麗に編むっていうことにフォーカスすると難しいっていうのはあります。ただ初心者向けっていうふうに言うとやっぱり細編みだけとかその編み方の種類が少ないものがいいかなと思いますので、例えばブレイドとか、ヘンプポシェットとか、ワークショップでね、ヘンプポシェットとか、あと書籍で言いますとですね、この間のねこのこれコランなんですけれども、この間ね、編み物ライブでもやりましたけどミニコランとか、あとはこのねピーノすごく人気ですよね。これねちょっと種類ここは細編みじゃないんですけれども、ただすごくね楽しい作品というか、これ編まれたお客様が一番多かったみたいなんですね。やっぱりこの色のところがこれマニラヘンプヤーンなんですけれども、いろんな色でねご自分の好みのお色でお作りいただけますし、もちろん本体もねいろんな色でお作りいただけるので、これがね、一番人気だったかなと思います。これもトライしていただけると思います。あとはですねあとねこういうポシェットタイプ、これね細編みとこちらね長編みなんですね。でこの2種類で構成されているんですけれども、これスマホポシェットみたいな感じなので、これもいいかなっていうふうに思います。美奈子先生がおっしゃったピーノとこのエトゥというエトゥですね。スマホポシェットは YouTube の方にも詳しい編み方をご紹介してますので、ぜひね初めての方 YouTube 見ながら作っていただくときっといいと思います。何気にこのヘアバンドとかも可愛いんですよ。あんまりねうちバッグのブランドなんであんまりあれですけど、これも細編みの往復編みなんで、初心者の方に向いてると思います。っていう感じで編み方がね複雑なものはうちのその作品あんまりないので、ぜひトライしていただきたい。ちょっとねこういう星とかちょっと複雑かもしれない、その底の部分がね。だけどそうですね、こういうのもまっすぐこれね中長編みだけなんですよね。中長編みだけなのでバーッと中長編み編んで、この部分は後からね引き抜き編みでこのファーヤンをつけてる感じになりますので、これもそんなに難しくないかなと思いますよ。あと細編みより中長編みだから早いそう出来上がりが早い。これ隙間あるから早いから、こういうのもおすすめかなというふうに思います。これもねおすすめ、人気ありました。これもね松編みのこれもパターンを覚えてしまえば本当に同じことの繰り返し。これは、長編みなんですけれども、そこはねそこの部分は細編みで編んでいて、ここが長編みで編んでるんですけど、例えばそこがね難しいっていう方は今ねほら売ってるじゃないですか。100均とかでもね底板売ってますから、底板から編み上げてもいいかなと思いますので、そういう感じでねアレンジしていただくといいかなと思います。今日の編み物ライブ、編み物師範の美奈子先生に教えていただきました。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。